人間関係が変わるとき、そこには魂のサインが隠れています。ある人となんとなく疎遠になっていた。そんな体験はありませんか？特に喧嘩をしたわけでもなく、気まずい空気があったわけでもない。でも、話す回数が減り、気づけば連絡も取らなくなっていた。その変化に明確な理由が見当たらず、あなたの心を少しだけざわつかせたかもしれません。でも実は、それもまた、魂の流れの一部。波動が変わると、人との関係性にも変化が起きるのです。あなたの波動が変わるということは、魂のステージが一つ進んだということ。すると、それまで自然につながっていた誰かと、少しずつ周波数が合わなくなっていくことがあります。今回のテーマは、なぜあの人と急に疎遠になるのか。そこに隠されたスピリチュアルな理由と、波動のズレがもたらす心の感覚について、優しくお伝えしていきます。第1章、人間関係は波動の共鳴でできている。皆さんが誰かと仲良くなったり、自然に距離が縮まるとき、そこには目には見えない波動の共鳴が起きています。波動とは、心の状態や価値観、あり方の振動のようなもの。似たような波動同士は自然と引き合い、心地よさや安心感を生み出します。例えば、気が合う友達と話していると、時間があっという間に過ぎる。言葉にしなくても通じ合えるような感覚。それは波動が調和している証です。でも、あなたが日々を過ごす中で、意識が変わり、考え方が成長していくと、その波動もまた静かに変化していきます。そして、その変化は周囲の人との関係性にも少しずつ影響を及ぼしていくのです。なんとなく違和感がある。話が噛み合わない気がする。そんな微細なズレこそが波動の変化によって起こる最初のサイン。あなたの内側が変わることで、現実の人間関係にも新しい流れが起こり始めるのです。第2章、疎遠は魂が次のステージへ進むサイン。人との関係が急に変わるとき、そこにはあなたの魂が次のステージへ進もうとしているサインが隠れています。何も悪いことが起きたわけではなくても、ふとしたきっかけで距離ができたり、会話が噛み合わなくなったりすることがあります。それはあなたの波動が変わったから。そして相手の波動も同じ場所にはいられなくなったのです。魂は成長と変容を繰り返しながら、自分らしい生き方へと近づいていきます。その過程で、かつては心地よかったご縁が、少しずつ違和感へと変わっていくこともあります。疎遠になるというのは、誰かを否定することではなく、あなた自身が本来の自分へと戻っていく旅の中で、必要な間が生まれたというだけのこと。もし今、あなたのそばから離れていった誰かがいるなら、それはあなたが新しいステージへ進もうとしている証。魂は静かに、でも確かに、あなたを前へと導いているのです。第3章、寂しさや戸惑いを感じたとき、どう捉えればいいか。大切な人と疎遠になるとき、心のどこかに寂しさや戸惑いを感じるのは当然のことです。どうしてあの人と離れてしまったんだろう。自分が何か悪かったのかな。そんな風に自分を責めたくなる瞬間もあるかもしれません。でも、その感情はあなたの優しさがあるからこそ湧いてくるもの。そしてその裏には変化を受け入れようとしている魂の眼差しがあるのです。関係性が変わるとき、そこには必ず余白が生まれます。その余白に焦って何かを詰めようとするのではなく、そっと耳を澄ませてみてください。今のあなたにとって本当に必要なご縁は、きっと今も静かに近づいてきています。そして、もし縁があれば、離れた誰かとも再び波動が合うときに、自然とつながり直すこともあるのです。寂しさの奥には
新しい始まりの気配があります。その静かな変化をどうか信頼してみてください。あなたの魂は今とても大切な転換期を迎えているのです。第4章、エネルギーの循環と手放しのタイミング。人間関係にも一つのエネルギーの流れがあります。出会いがあり、深くつながり、そしてあるタイミングで静かに離れていくこともある。それは決して終わりではありません。それは循環であり、あなたの魂が次のステージへ進むための手放しなのです。今のあなたにとってその関係が役目を終えた時、自然と距離が生まれたり、会う機会が減っていく。それはエネルギーが新しい方向へ流れ始めたサイン。もしあなたがまだその人に思いを残していたとしても、それは悪いことではありません。大切なのは無理に戻そうとしないこと。今必要なのは自分自身との波動を整えることです。関係性を手放すことは相手を否定することではなく、過去を尊重し未来へスペースを空けるということ。あなたの内側が整えば、自然と次に必要な出会いがあなたのもとへ訪れるでしょう。エネルギーの流れに逆らわず、ただ静かに自分の魂のリズムに耳を澄ませてみてください。第5章、新しいご縁を迎えるために波動を整える。人との縁が一つ終わるとき、そこには必ず次のご縁が入ってくるための空白が生まれます。その空白を不安や寂しさで埋めるのではなく、今のあなたにぴったりのご縁がやってくるための準備期間として心を整えてみてください。波動を整えるというのは外の世界を変えることではありません。あなたの内側を静かに優しく整えていくこと。自分にとって心地よい時間を増やし、心が緩むことをしてみる。感謝や深呼吸や眠る前の祈り、そうした小さな習慣のすべてがあなたの波動を調和させてくれます。そして波動が整うと、不思議なくらい自然に今のあなたにふさわしい人たちが引き寄せられてくるのです。ご縁とは自分を映す鏡のようなもの。あなたが自分を大切にするほど、それに共鳴する人たちがあなたの世界に現れてきます。人間関係の本当の変化は自分を整えるところから始まるのです。最終章、疎遠は終わりではなく始まりのサイン。人との関係が疎遠になるとき、それは決して悲しい終わりではありません。むしろそれはあなたが新しいステージへ向かうための始まりのサインなのです。すべてのご縁には意味があります。そしてその縁がどんな形で終わったとしても、あなたにとって必要な気づきや学びを残してくれています。大切なのはそのご縁を感謝とともに見送ること。そして次に巡ってくる出会いを優しく迎える準備をしておくことです。人間関係はあなたの波動の変化に正直に反応します。だからこそ無理に誰かに合わせる必要はないのです。今少し寂しさを感じていたとしても、あなたの波動が整えば必ず今のあなたに共鳴する人たちが現れてきます。だから安心してください。あなたの世界はこれからもちゃんと広がっていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画があなたの心に優しく寄り添う時間となっていたならとても嬉しいです。もしよろしければ高評価やチャンネル登録で応援していただけると励みになります。またあなたの感じたこともぜひコメントで教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。